皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、とある証券会社の不自然な動きについて、ご覧いただいている方の中にも、この銘柄をお持ちの方いらっしゃるかと思いますが、スクリーンホールディングス、この銘柄に対して売買推奨、もちろん大型株ですので、いくつかの証券会社を行っているわけですけれども、少し遡って先月末ですね、唐突に不思議な動きをした証券会社、みずほ証券が急激に大幅な目標株価の引き下げを行いました。21,000円から16,000円と値幅で5,000円、比率だと 20% 以上の引き下げを行ってきた。しかもタイミングとして6月26日、何か決算が出たわけでもなく、通常営業日に突然出てきたということで、何か怪しい裏側があるんではないかと調べてみたところ、またまた空売り業者の影がちらついているんではないかというお話を、今後皆さんが個別銘柄選んでいく際に注意喚起としてご紹介したいと思います。まずは簡単にスクリーンホールディングスの株価推移状況をご説明しますと、縦の点線で入っている5月の10日、この日前日比で 10% 近くの大幅な下落を記録したわけですが、このタイミングでは後ほどご覧いただきます本決算が発表された日となりました。その決算内容が数字としてはそこまで悪いものではなかったので、この前日比大幅な下げ自体がすでに不自然な動きと見る向きもありましたが、その後長らくですね、2ヶ月近く大きな反発力を見せることなく、じりじりと下げ基調、デイリーで見ても小幅な上げ下げを繰り返すにとどまるといった、それまでのボラティリティとは一転して何か作為的な動き方をしている。そんな風にも見受けられます。実際同業他社半導体関連の銘柄ご覧いただいても、5月の10日以降のボラティリティに関しては、青のスクリーンホールディングスが点線より右側、一番難聴な推移をたどっていて、なおかつ上下動がほとんど見られない推移。同じく黄色線東京エレクトロンもほぼ横ばいで、若干スクリーンホールディングスよりは株価の上下動、ボラティリティが計測されます。一方ディスコやアドバンテストといった銘柄はこの期間、基調としては上昇していて、決算のタイミング4月5月のところで、一度半導体関連売られたところから大きく回復している推移。ですので、この2ヶ月間スクリーンホールディングスだけが非常に目立って残念な動きをしていたわけです。本決算発表されたところからカモラレもなんでだろうなと不思議に思いつつ、いろいろ調べていたわけですけれども、冒頭申し上げたみずほ証券の動きが出てきて、少し糸口が見えてきたということで動画の作成に至ったわけです。スクリーンホールディングスに対する各証券会社の推奨状況をご覧いただいても、直近レーティングの引き下げを行ったのは中立というマークの横に矢印がついているみずほ証券のみ6月26日というタイミングですね。例えば下から2番目についているオーバーウェイト、引き上げの矢印がついている ISS、グレーアウトしていますので現時点では有効ではありませんが、この評価が出たタイミングというのが5月10日と先ほど申し上げた本決算が出たタイミングですね。こういった個別銘柄の業績にまつわるようなイベントがあったタイミングで目標株価であったり特にレーティングを変えてくることというのは自然な流れなんですけれども、その他の証券会社更新されている日付というのはレーティングを変えずに目標株価を微調整を行ったり新たな調査レポートを出したりといった程度ということなので、非常にみずほ証券の行動だけが浮いているわけです。それではスクリーンホールディングス自体がどのような決算を出しているのか、そして指揮法の中でどのように評価されているのかご覧いただきますと、一番右側の最新号東洋経済と書いている列以外は5月10日本決算の内容です。左から順番に前期の業績、東洋経済の中で年末から4月末にかけてどれぐらい期待値が上がってきたか、それに対して会社の実績値がどうなっているか。この銘柄の場合ですと、年末の期待値から4月末にかけて利益水準で約 1% から 7% 期待が上昇してきました。それに対し5月10日発表された前期の実績値というのは4月末の期待をさらに 6% から 10% 上回るような良好な結果となったわけですね。同じような見方で今進んでいる今期の予想について、東洋経済社の予想では年末から4月末にかけて前期のデータと同様に 1% から 5% の利益水準の期待値上乗せがありましたが、決算で発表された会社予想というのはそれをさらに 10% 程度上回るような内容だったわけです。この決算内容の数字で株価17,000円台から15,000円台まで 10% 程度大幅に下がったということなので、非常に不思議な
株価の反応を見せたわけです。とはいえ決算の好不調に反して株価が逆の動きをするというのはこの銘柄に限らず多々あることですけれども、そういった場合原因の多くはマーケット予想が過度な期待をしていた。つまりこの銘柄の場合だと東洋経済の予想よりもマーケットの予想ははるか上を行っていたということであれば、株価の大幅下落というのも負に落ちる反応というわけです。しかし東洋経済社の予想というのは一般的にはマーケットコンセンサスと同等の正確性があるというふうに検証結果が論文として発表されているぐらいです。なのでご覧いただいているように東洋経済社の四季報予想と会社発表値を横並びで比較しているわけです。予想の数字というのは今期に限らず来期、さらには2期以降、3期以降と続いていくわけですけれども、先に行けば行くほど予想の精度というのは落ちて株価に対する織り込みの重要度というのは下がってくるわけです。つまりこの数字見る限りは負に落ちない株価反応だったというわけですね。さらにその後も自立反発見せることなくじりじりと株価は下がっていく。一方で東洋経済社の最新号の四季報、6月の中旬に出たものですけれども、前回発行分の予想から会社予想の発表を受けて、その数字に左右する形で修正が行われている。もしお手元に冊子お持ちの場合ですと、おそらく前後比増額という矢印がスクリーンホールディングスの横にはついているかと思われます。そういった疑問の中で出てきた6月末のみずほ証券のレーティング引き下げ、どのような理由で引き下げたのかと、レポートの一部抜粋しますと、中国の WFE 投資が弱含む可能性を織り込むというのが今回引き下げの主因と書かれています。しかしレポートをよくよく見てみますと、その中国の WFE 投資の変動に対する各社業績への影響というのは同様であると。主要な半導体銘柄、グローバルの全工程のメーカーは中国に対する売上比率が同様 45% 前後なので、今回スクリーンホールディングスのレーティング引き下げ理由となった中国の WFE 投資の弱含み、この影響というのは同業他社の業績に対しても同じような影響が及ぶだろうと言っているわけです。だったらなぜスクリーンホールディングスだけを引き下げたのかと余計に疑問が湧いてくるわけです。さらにすぐ一行した、現時点では中国の WFE 投資が弱含む兆しは見えておらずと、もはや論理破綻しているように見受けられるレポート。スクリーンホールディングスのレーティング引き下げありきで後付けの理由として書かれているようにしか見受けられません。しかし株価に対する反応はこのレポートが出て1日で 5% 以上の大幅な下落につながったわけです。そこでパッと思いつくのが株価が下がって喜ぶ人間、空売りを行っている機関投資家ですね。スクリーンホールディングスの機関の空売り残高情報を見てみますと、インテグレイティッドコアストラテジーズという空売り機関投資家が頻繁に出入りをしているのが見受けられます。空売りを行ったり、買い戻しを行ったりと、こまと丁寧にやっていますね。先ほどご覧いただいたように、この2ヶ月間かなり株価のボラティリティが低かった日々の動きも小さなものであったにもかかわらず、ここまでこまと丁寧に行っているということは、相当に苦しいポジションがこれよりも前に立ってしまっているんではないかと予想されるわけです。ではこれより前、どのタイミングで大きなポジション、空売りで入ってしまったのかと見てみますと、直近一番大きく入っているのは2月の29日、だいたい100万株前後の空売りポジション、直近のところで構築していますけれども、この2月の29日のタイミングで60万株と半分以上のポジションが構築されています。そしてこのタイミングで60万株の空売り、株券を調達してきたと思われるような候補となる証券会社は、同日に60万株以上の大幅な報告を行っている野村、バークレイズ、ゴールドマンサックスの3社が候補として上がってくるわけです。さらに日付を遡って年末から空売り期間のポジションを見てみますと、1月の18日48万株程度というところが報告義務消失となるような比率。年明け以降は最も空売りのポジションが低くなったタイミングとなります。それではこのインテグレイテッドコアストラテジーズという空売り機関投資家、シンガポールを拠点としているプライベートカンパニーということであまり情報が外には出ませんが、結構日本株の空売りを大規模に行っているような投資家ですので、彼らのスクリーンホールディングスに対する動きというのをグラフにまとめてご覧いただきたいと思います。そうすると、まずはスクリーンホールディングスの株価推移、青の線と、彼らの空売り状況ですね。オレンジの面グラフ、積み上げになっているグラフというのが、空売り株数ですね。右軸でご覧いただいて、年明け1月から2月にかけてが
一番少なくて48万株程度です。そこから2月の月末に大幅に空売りを行っているのがご確認いただけると思います。そして赤の線が空売りのポジションに対する取得単価ですね。ですのでこの赤の線グラフが青のスクリーンホールディングスの実際の株価よりも下回っているタイミングというのは空売りのポジションにおいて含み損が出てしまっている状況と言える期間です。ですのでスクリーンホールディングスの株価が3月にかけて大幅に上昇している。それよりも前に空売りをしてしまったポジションというのはどんどんと損失が膨らんでいる状況になっている中で2月の29日、それまで持っていたポジションとほぼ同等の数量を積み上げる形で空売りを行った。いわゆる難品をする形です。これによって空売りの単価というのがそれまでの12,000円下回るところから16,000円まで改善することができたと。この水準を下回ってくれれば少なくとも今持っている空売りポジションの含み損というのは解消してくれるわけです。そこから3月以降ですね、ちまちまと細かく買い戻しを行ったり、新たな空売りを構築したりと取引を繰り返して5月10日のところですね、こちら決算が発表されて大幅な下落を記録した。ここから長らく赤の空売り単価よりもスクリーンホールディングスの株価青の線下回っている期間、つまり持っている空売りポジションが含み益になっている期間というのが続いています。そしてじりじりと下がっていく中で細かく取引を行いつつも6月下旬に入るあたりですね、株価が 15,270 円と表示されているところ、このタイミング何かと言いますと、移動平均線においてこの頭打ちになっていたところから上抜いてきた形になります。ここでそれまでのフラストレーションが非常に長らく続いたトレンドというのが変わって好転するかもしれないと。そのタイミングでみずほ証券が謎のレポート、論理が少し破綻気味のレーティング引き下げを行ってきたわけですね。それを受けて再び株価下がって下落トレンドがもう少し続いたわけですが、ここまでのご説明聞いていただくとおそらく多くの方は決算発表で株価下がったタイミングからはもう含み益になっているんだから、みずほのレポートによる株価の押し下げ効果が空売り機関投資家に対して利する形になったというようなロジックは無理があるんじゃないかと、このレポートが出ていなくても空売りのポジションは苦しくはなかったんじゃないかというふうに感じられるかもしれません。ここからが先ほどからカモラレが個人的に強調してきたつもりの含み損、含み益の概念なんですね。今あるポジションの含み損、含み益というような表現をしているところです。このポジションの評価損益自体は実際この赤のラインを株価が下回れば評価益に変わりますけれども、この機関投資家何度も空売りを行ったり買い戻しをしている。つまり買い戻しのタイミングで損切りをしているわけですね。ですのでこの年明け以降の期間、買い戻しによって確定した損益とポジションの含み損益を合計したグラフというのをご覧いただきますと、こちら下側のオレンジが確定した分及び含みの損益合計となります。そうすると当然青のスクリーンホールディングスの株価が高い期間というのが損失かなり膨らんでいて、最も大きいところだと50億円超えるような損失をこの銘柄の取引から出してしまっているという状況かと思われます。そして決算発表されたタイミングにおいても株価大幅に下がって含み益に転換したとはいえ、それまでの利益確定分を含めるとまだ10億円程度の損失。そして皆さんおそらく察しがついているかと思いますが、この銘柄の取引による損益合計が初めてプラスに転換したのはこのタイミング。みずほ証券がレポートを出して株価が 14,400 円を割り込んだタイミングになります。これを見ると個人的には非常に不可解だなと思うわけですね。ですのでこの 14,400 円というのはある意味スクリーンホールディングスの株主の皆様でしたら道を頭の片隅に置いていただいてもいいかもしれません。そもそも証券会社の推奨目標株価で、例えばレーティング買いの銘柄だと当然目標株価に設定されている数字というのは現時点の株価よりも上に来るわけですね。もしそうでない場合は評価をつけたタイミングというのがはるか昔、そこから更新されていなくて実際の株価が目標株価を超えてしまっているということは考えられますけれども、基本的には目標というぐらいですので現時点の株価よりも上にあるのが自然なわけです。それがですね、スクリーンホールディングスにおけるみずほ証券の過去の
レーティング推移ご覧いただきますと、白が実際の株価で、黄色がみずほ証券の目標株価ですね。そうすると2年間ご覧いただいていますけれども、2023年のところ、ここ以降はずっと白の線が黄色の線を上回っている期間が続いているわけです。そこからですね、株価に対して後追いする形で目標株価を引き上げてくるというのが続いて、そこから先ほどから申し上げている6月26日にいきなり21,000円から16,000円に大幅に引き下げてきたと。これも全く悪意なく見れば、株価なかなか上がってこない中でトレンド基調が変わって目標株価引き下げたくなったのかもしれません。ただそうすると今度は6月26日に引き下げておいて、実際の株価は7月入ってすぐですね、16,000円を超えてくる形になってしまった。あまりにもポンコツぶりを露呈してしまっているということになるわけですね。どこがポンコツなのかと言いますと、このトレンドの置き方なんですね。まだ中立評価のところで同じような株価推移なんだったらいいんですけれども、買い推奨を入れているところにおいても、実際の株価が目標株価を優に超えてから自分の目標株価を後追いの形で変更ばかりしているというのは推奨の意味をなしていないわけです。もっと噛み砕いて言いますと、株価上がった後にこの銘柄上がりますよって言ってるのと同じなんですね。そしてこの6月26日のレポート、悪意がないとすれば、株価ずっとじりじり下がっている中で、この銘柄下がりますよと言われて、4月の頭から急激に戻してくると、投資家の情報の役に立っていないわけです。例えば一番理想な形、投資家の役に立つような評価というのは、一例ご覧いただきますと、NVIDIA のように株価どんどんと上がっていますが、アライアンス・バーンスタインのアナリストは、常にですね、白の株価の線よりも上に黄色の目標株価を置いている。追いつかれたタイミングでさらに引き上げを行っているというのが分かりやすく一番顕著に出ているかと思います。ですので、みずほ証券の6月26日のレーティング変更というのは、レポートの内容を見ても非常に不自然だなと、そしてメリットにあやかれると思われるのが空売りの機関投資家ではないかと、ポジションの推移を見て予想が立つわけです。そして途中、空売り機関が最も大きなポジションを直近構築した2月29日同日に株券の調達を行った証券会社3社、野村、バークレイズ、ゴールドマンサックスと申し上げたところありましたけれども、その中で気になるのがバークレイズですね。おそらくインテグレイテッドコアストラテジーズという会社は非常に大規模に日本株取り扱っているので、一つの証券会社とズブズブになっているというような関係はないと思われますが、例えばみずほ証券に対してオーダーを出すとなると、みずほ証券自らが場に出ていかなくとも、系列の ETF なり長期運用のファンドから調達することができる。その中でもしバークレイズに空売りのポジション構築のオーダーを出しているとすれば、みずほとバークレイズの間でつながりがあると多少しっくりするわけです。こちらブルームバーグの記事約5年前のものですけれども、みずほ証券はバークレイズ出身者中心に中途採用を活発に行ってきました。株式営業職であったり、セクターアナリストですね。このコロナ期間にちょうど入る直前あたりのタイミングで、バークレイズをはじめとする外資系銀行出身の人材の採用というのを非常に活発化させていたということなので、実際にですね、半導体関連セクター担当のアナリストもかつて UBS、BNP 所属していたようなメンバーですので、それを踏まえると、今回のスクリーンホールディングスの決算以降一連の株価推移、難聴かつ抑えつけられたようなボラティリティというのが、個人的にはこれまでのよくわからない状況よりは負に落ちてきたというわけです。ということで、インテグレイテッドコアストラテジーズ及び証券会社の関係性というのを今回はご紹介したわけですけれども、かなりの規模、空売りを日本株マーケットで行っていて、空売りのポジション時価換算すると1兆円超えると、そして銘柄も多岐にわたるということなので、一部銘柄コードの小さいものだけご覧いただいていますけれども、一度皆さんのお持ちの銘柄の中にこの空売り業者が含まれていないかというのは確認してみると良いかもしれません。あくまで推測の域出ませんが、今後も不自然な株価の動きしているような銘柄ありましたら、調べてみて何か裏側が見えてきた場合はご紹介できればと思いますので、よろしければ高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画お楽しみいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。